こんにちは、りんちゃん。ねえねえ、みんな聞いて聞いて。今日ね、事務所に行って進藤さんといろいろ話してきたんだ。進藤さんとどんな話をしたのかしら。よかったら聞かせてほしいな。最初にデビューに向けての売り出し方の話をしたんだけど。目指す音楽？レオニードの売り出し方を決めるために必要だって言われて。なるほど。確かに言ってることがわかるな。でも改めて聞かれるとちょっと難しいね。そうだね。私も進藤さんから聞かれた時、はっきり答えられなかった。私もちゃんとこうだって気持ちを見つけられなかったな。志保、ほなみ、ごめん、二人には迷惑かけるね。私は最近たまたまそういうことを考える機会があっただけだから。そう、それに進藤さんがちゃんと考えて決めた方がいいって言ってたし、焦らなくてもきっと大丈夫だよ。ありがとう、サキ。今日帰ったらちょっと一人で考えてみるよ。私も少し時間がかかっちゃうかもしれないけど、次に進藤さんに会うまでにはちゃんと答えを出すね。わかった。二人が答えを見つけるまで待ってるね。だけど困ったらいつでも言ってね。話を聞いたり何でも相談に乗るから。私も一緒に考えたりできることは何でもするよ。ありがとう、みんな。それで事務所では他にどんな話をしたの？デビューまでにやるいろんなことを話したんだけど。しーちゃん、お風呂沸いたそうよ。先入っていいよ。練習で汗かいてるでしょ。そう？じゃあお言葉に甘えさせてもらうわね。皆さんの目指す音楽とは何ですか？私の目指す音楽か。一花や咲の言うことはわかる。あの時なんだか咲ちゃんに励まされてるみたい。聞こえてくるみたいだね。一人じゃない、私たちがいるよって。音楽で聴く人の心に寄り添えたり、吉崎さんたちを応援できて嬉しかった。だけどそれが私の目指す一番のことかって言われたら、やっぱり違う。だって私がベースをやろうと思ったのは、あの人たちの演奏を聴くと心がぐっと揺さぶられるんだ。叫びたくなったり泣きたくなったり、いても立ってもいられないくらいどうしようもなく。私もあの人たちみたいに誰かの心を動かせる演奏をしたい。だからもっと上手くなってプロになっていろいろな人に聴いてもらいたいって思ってる。私の演奏で誰かの心を揺さぶれたらって。あの思いはずっと変わってない。あの時聴いた音楽、あの人たちの音が私の中に今も響いてる。だからこれ以上他に何か
って言われても。考えすぎて少し疲れてきたな。気分転換しよう。何か動画でも。これ、あの人たちの新曲？そっか、もうリリースされたんだ。やっぱり、いいな。聴いてると、いつも心を揺さぶられる。全身が熱くなって、今すぐ演奏したくなる。しほっちリン。どうしたの？こんな時間に。しほっちの様子が気になって見に来たんだ。一人で考えたいって言ってたけど、どうしても気になっちゃって。あ、迷惑だったらごめんね。大丈夫。私も少し考えすぎて疲れてたところだったから。そっか、よかった。ってあれ、何か動画見てたの？好きなバンドが新曲の MV をアップしてたんだ。この人たちの曲、前にも聴かせてくれたよね。確か、しほっちが憧れてるバンドなんだっけ？私がベースを始めたのも、音楽で聴く人の心を震わせたいって思ったのも、全部この人たちのライブを見たのがきっかけなんだ。そうなんだ。しほっち、その時の話聞かせてほしいな。え？だってしほっちがベースを始めるきっかけになったことなんでしょ？ならその時のことがしほっちの目指す音楽にもつながってるんじゃないかなって思って。確かにリンの言う通りかもね。でしょでしょ。それに子供の頃のしほっちがどんなだったかめっちゃ興味あるし。それはどうでもいいでしょ。じゃあどこから話そうかな。私の父さんミュージシャンなんだ。それで子供の頃はよく父さんに連れられていろんなバンドのライブに行ってたんだけど、その時あのバンドに出会ったんだ。